皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりゅうです。独学で日本語を勉強している皆さん、日々の学習お疲れ様です。日本語を一人で勉強していると、実際に日本語で話す相手がいなくて、本当に上達しているのか不安になるといった悩みにぶつかりますよね。自分のペースで学べるのが独学の良さですが、壁を感じて挫折しそうになる瞬間があるのは当然のことです。しかし正しいアプローチを知っていれば、一人でも着実に、そして効率よく日本語を上達させることができます。ここでは独学でも素早く日本語を上達させるための6つの実践的な方法をご紹介します。それでは今日も楽しんで日本語を勉強していきましょう。まず一つ目の方法は、インプットとアウトプットをセットで行うことです。語学学習において最も陥りがちな罠、それがインプットのメタボリックシンドロームです。どういうことかというと、頭の中に知識ばかりを詰め込んで、いざ使おうとすると、あれ、出てこないとなってしまう状態のことです。単語帳を何度もめくり、文法書をマスターして、よし、覚えたぞと思ったのに、いざ日本語を話す場面で、口から言葉が出てこないということはありませんか？日本語は実際に話してみないと、当然話すのは上手になりません。では、一人でどのようにして知識をアウトプットできる状態にすればいいのでしょうか。例えば新しい文法を勉強したとしましょう。ここでは〇〇してしまうという何か失敗してしまった時や後悔した時に使う表現を学んだとします。これを単なるインプットで終わらせず、アウトプットにつなげる練習をしていきましょう。まずはレベル1です。勉強した表現や文法を使って心の中で日本語を話してみましょう。先ほど〇〇してしまうという文法を勉強したのであれば、朝起きて寝坊した瞬間、あ、寝坊してしまったと心の中で叫びます。財布を落とした瞬間、あ、財布を落としてしまったと叫ぶのです。新しく学んだ表現を使って心の中で日本語を話す練習をしてみましょう。次はレベル2です。実際に声に出してみましょう。先ほどは心の中で叫んでいた言葉を実際に口に出してみます。周りに誰もいない場所の方がやりやすいかもしれません。例えば服にコーヒーをこぼしてしまったとき、小さい声で、あ、服にコーヒーをこぼしてしまったとつぶやきます。それができるようになったらレベル3です。自分の体験を日記に書いてみましょう。今日は寝坊してしまった。服にコーヒーをこぼしてしまったというふうに習った表現を使って日記を書いていきます。このように学んだその日に自分の体験と結びつけて声に出したり、日記を書いたりすることで使える表現を増やすことができます。一人で勉強していると誰とも話せないからアウトプットできないと思い込みがちですが、それは間違いです。一人でもアウトプットはできます。あなたの部屋、毎日の通勤や通学する道、そしてすべての体験がアウトプットの機会になります。インプットした知識はその日のうちに必ず自分の言葉として口から出してみましょう。この習慣こそが日本語を上達させるためのコツです。そして一人でもできる日本語の勉強方法の2つ目は、シャドーイングでリスニングと発音を同時に鍛えることです。皆さん、今画面に私が喋っている文字が見えていますか？漢字の上にはひらがなを振っています。今私が喋っている言葉を
そのまま真似して喋ってみましょう。これがシャドーイングです。シャドーイングとは、聞こえてくる音声のすぐ後ろを追って発声するトレーニング方法です。できればスクリプトを見ながら行うのがおすすめです。スクリプトを見ながら発声することで、文字と音の情報が一致するんですね。最初は脳がパンクしそうだと感じるかもしれません。しかし、この練習をすることによって、リスニング力と発音を同時に鍛えることができます。では、シャドーイングにはどのような効果があるのでしょうか。例えば、日本語にはアクセントの差があります。同じ読み方の単語でも音の抑揚の付け方が違ったりします。例えば、雨と飴という単語があります。私も普段はあまり意識して発音していませんが、空から降ってくる雨とお菓子の飴は若干アクセントが異なります。少し例文を読んでみますね。まずは空から降ってくる雨です。雨が降ってきた。いつ雨が止むのかな。次に食べるキャンディーの飴についての例文です。この飴おいしいな。さっきまで舐めていた飴を飲み込んじゃった。どうでしょうか。差が分かったでしょうか。日本語のネイティブでさえあまり意識しないので、機械的に丸暗記する必要はありません。ただ、真似をしてほしいのです。真似をしていく中で、自然なイントネーションやアクセントを身につけていきましょう。シャドーイングをすることで、ネイティブ特有のリズム感や音の工程を感覚的に体に染み込ませていきましょう。シャドーイングの練習はかなり負荷が高いトレーニングです。そのため1日に5分や10分といった短い時間で集中して取り組むのがおすすめです。私の動画を使ってもらっても構いません。私の動画を見ながらシャドーイングをするのもおすすめですが、別の日本語の教材を使っても大丈夫です。完璧に言えなくても、途中で噛んでしまっても大丈夫です。自分の口を日本語のスピードに慣らす練習だと思って楽しみながらやってみてください。これを毎日続けていくと、自分の耳が驚くほど日本語を聞き取れるようになっていることに気づくはずです。そして一人でもできる日本語の勉強方法の3つ目は、自分の音声を録音してみるということです。例えばスポーツの世界では、プロの選手が自分のフォームを動画で撮ってチェックし改善しますよね。言語学習においても同じことができるのです。それが自分の声を録音して客観的に聞くということです。実はこれが今回紹介する方法の中で最も精神的なダメージが大きいトレーニングでもあります。自分の声を録音して聞いたときに、私の日本語ってこんなにぎこちなかったの？とショックを受ける人が多いからです。私も動画のために自分の音声を録音して聞きますが、自分の喋り方ってこんなに変だったかなとショックを受けることがあります。人間は他人が聞いている自分の声と自分がイメージしている声にギャップがあるんです。だからこそ自分の録音を聞いて改善していく必要があります。では具体的にどうすればよいのでしょうか。まずお手本となる日本語の音声を用意しましょう。もちろん私のポッドキャストでも大丈夫です。練習する箇所は短くて構いません。10秒から30秒程度の長さでも効果があります。例えば私の動画の冒頭30秒間を練習してみてください。そしてスマートフォンのボイスメモアプリで自分が真似した日本語を録音します。お手本の声と自分の録音データを交互に聞き比べてみてください。聞き比べてみると発音やアクセントの差など
いろいろなことが見えてくるはずです。自分の欠点を直す一番の近道は、まず今の自分の状態を正しく知ることです。録音して自分の声を聞くのは勇気がいりますが、現状を知ることで独学でも驚くほどのスピードで綺麗な発音とイントネーションを手に入れられます。ぜひ頑張っていきましょう。そして一人でもできる日本語の勉強方法の4つ目は、自分の好きなコンテンツを活用するということです。教科書やテキストに載っている日本語は非常に正しく美しく書かれています。しかし実際の日本人の会話を聞いてみると、あれ、教科書と全然違うとショックを受けることがありますよね。教科書に載っている正しい日本語と実際の日常会話で使う日本語にはギャップがあります。このギャップを埋めるために、アニメ、ドラマ、YouTube といった自分の好きなコンテンツを活用しましょう。例えば教科書で習う表現は結構硬い表現が多いんですよね。何かを断るとき、教科書では、いいえ、結構ですといった表現を習うかもしれません。でもこの表現は友達との会話ではちょっと硬すぎるんですよね。丁寧に言うとしても、大丈夫ですと言ったり、友達との会話なら、大丈夫、今はいいかなというふうに断ったりします。生きた日本語のコンテンツに触れていると、こうした教科書では出会わないリアルな日本語を吸収することができます。しかし好きなコンテンツを使う学習法には罠もあります。それはアニメの日本語をそのまま現実で使ってしまうことです。アニメのキャラクターがしゃべるセリフは若干強調されていたり、日常生活では使わない表現もあったりします。例えば貴様やお前という表現はアニメではよく聞きますが、日常生活で使うととても失礼なので使わないようにしましょう。アニメのセリフはキャラクターを際立たせるために誇張されていることが多いため、そのまま使うとちょっと奇妙な印象を与えてしまいます。しかし教科書だけで勉強するよりも、自分の好きなコンテンツを活用した方がモチベーションを保つことができます。自分の好きをどんどん日本語の学習に関連づけていきましょう。そして一人でもできる日本語の勉強方法の5つ目は AI を活用するということです。独学で日本語を勉強していると、話す相手がいないという悩みがどうしても生まれてきますよね。どんなに文法や単語を学習しても実践の場がなければ本当に通じるのだろうかという不安は消えないですよね。しかし現代の日本語を独学している人は非常に恵まれています。スマホ一つあれば24時間いつでも会話の練習ができる AI ツールという最強の武器があるからです。まずおすすめなのがチャット GPT やジェミニなどの AI との会話です。一人での会話練習において AI は文句一つ言わない完璧な家庭教師になってくれます。人間相手だと変な日本語を話したら恥ずかしい、相手の時間を奪ってしまうのが申し訳ないと気を使ってしまいますよね。でも AI 相手ならストレスゼロで練習ができます。どんなに間違えても AI は怒りません。この AI との会話練習にはいろいろな使い方があります。まずはシチュエーションを設定して会話の練習をするということです。例えばこんな風に AI に指示することができます。私は今日本のレストランにいます。あなたは店員になって私と注文のやり取りをしてください。こういう風に指示することによって実践的なロールプレイングの練習ができますよね。また優しい日本語で会話をしたいときは、小学生でもわかる簡単な日本語だけで私と雑談をしてくださいというふうに指示すれば会話の練習をすることもできます。もし不自然な表現があったときに修正してほしければ、私の日本語を
ネイティブが使う自然な表現に直してくださいというふうに伝えれば AI が修正をしてくれます。使い方によっていろいろな会話の練習ができるので、ぜひ活用してみましょう。そして AI を使って会話の自信がついてきたら、次は言語交換アプリやオンライン日本語レッスンなどを活用し、本物の日本人と交流してみましょう。まずは AI との会話でコミュニケーションの練習をしてみる。そして慣れてきたら実際に日本人と会話してみる。この2つを組み合わせれば、日本に留学していなくても自分の部屋にいながら完璧な日本語を勉強する環境を作り出すことができるんです。ぜひ今日からやってみてください。そして一人でもできる日本語の勉強方法の6つ目は、小さな目標を設定し習慣化することです。語学学習において最も難しいのは勉強を続けることです。モチベーションだけに頼って勉強しようとすると挫折してしまいます。ここで重要になるのが目標と習慣です。ありがちな失敗パターンは、日本語をペラペラに喋れるようになるという漠然とした目標を立ててしまうことです。ゴールがあまりに大きすぎて何をすればいいかわからなくなってしまいますよね。だから目標は小さく具体的にして、それを習慣化していきましょう。例えば日本語を勉強するという目標ではなく、日本語能力試験 N2 の単語を勉強するというふうに具体的にしてみます。そしていつやるかも決めましょう。朝起きた後、昼休み、夜寝る前など自分が勉強できる時間を設定しましょう。できれば毎日続けられるようなスケジュールがいいですね。なぜなら毎日違うスケジュールで勉強するのはとても心のエネルギーを使うからです。毎日決まったタイミングで勉強すると決めておけば、モチベーションに頼らなくても学習を続けることができます。まずは小さな目標を立て、日本語の勉強を習慣化できるようにしましょう。言語の学習はマラソンのようなものです。最初はスタートがうまく切れても、途中で上達しているのかわからなくなったり、不安になったりすることもありますよね。でも思い出してください。あなたが今こうして日本語の学習方法について真剣に向き合い、日本語を勉強しようとしていること自体がすでに素晴らしいことなんです。だからまずは自分を褒めてあげましょう。そして今日あなたが覚えた一つの単語、一つの文法、その小さな一歩は決して無駄にはなりません。確実にあなたの中に積み重なっています。そしてその小さな積み重ねを半年、1年と続けていくことで、いつしか大きく成長することができるんです。一人で日本語を勉強するのは時に孤独で寂しいですが、その先には新しい世界とたくさんの出会いが待っています。焦らず自分のペースを大切にしながら、その過程も楽しんでしまいましょう。あなたの日本語学習の旅が最高にワクワクする素晴らしいものになることを願っています。それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。